こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は購入本について、すでに読んだ本の感想と合わせて紹介していきます。先日、東京にある独立系本屋さんと言われる本屋さんを巡ってきました。5軒の独立系本屋さんと1軒は東京駅からすぐのところにあるオアゾの中の丸善に行ってきました。今回行くと決めてからスケジュールをもうギッチギチに組みまして回ってきました。普段は出不精なので途中で疲れてきちゃって牛のように遅い歩みでのそのそ歩いて、途中公園で休憩もしながら予定の半分くらいは行けませんでした。でもこれが一人旅の醍醐味ですね。予定が狂おうが道に迷おうが何も気にしなくていいですからね。夫ともたまに東京旅に一緒に行くことがあるんですが、自分だけの回りたい場所、本屋さんとかブックカフェとかがあるときはこうして一人で気ままに行きます。今回の立ち寄った本屋さんでは店内の撮影をしてもいいか聞いてから撮らせてもらっていて、残念ながら NG だったところは外だけ撮らせてもらっています。それぞれの本屋さんで購入してきたので後ほど紹介していきます。どの本屋さんもそれぞれの良さがありました。少しだけ紹介しますね。南池袋にある新栄堂書店さんは歴史のある本屋さんだそうでして、外見がレンガ造りで海外の本屋さんみたいな雰囲気がまたいいですよね。窓際にディスプレイしてあるのも素敵でした。店内ではラジオが流れていて心地よさがありましたね。冊数はそんなに多くはないんですが、小説や海外文学、エッセイや自己啓発本など幅広いジャンルの本が置いてあって、新刊もあるので気になる一冊がパッと目に留まります。本屋さんの中は3人くらい入るとちょっとあまり動けなさそうかなという感じなんですが、地下にはワークスペースもあるとのことでゆっくりとした時間を過ごせそうでした。そして上野にあるルートブックスさんは銀座上野駅から小道を歩いたところにある雑貨屋さん兼本屋さん兼カフェです。店内にある本はブックカフェというわけではなくて購入してからの閲覧になります。木と植物と本に囲まれて理想の空間でした。お店自体も隠れ家のような雰囲気なんですが、中に入ってみると席も自分だけの空間を感じられるような落ち着いた空間が広がっていました。新刊は少ないんですが、懐かしいと思ったり、この人こんな本も出していたんだっていう、普段行く近所の本屋さんではなかなか目にする機会がないような本との出会いがあってワクワクしました。今回行ってきた本屋さんはどこもね、大型の書店とはまた違った本の品揃えで、エッセイや自己啓発本、海外文学やその土地にちなんだ本なども多い印象で、普段はなかなか見かけないような本が並んでいるので、いつも以上にじっくりと見てどれにしようかなと楽しんできました。まだまだ行きたい本屋さんがもうたくさんありまして、今は Google マップに行きたい場所を保存しまくっています。皆さんもぜひいつもとは違う本屋さんに足を運んでみるのはいかがでしょうか。
続いては本屋さん巡りでの購入本を紹介していきます。まず1冊目は三浦紫音さんの好きになってしまいました。今月出版された文庫本です。もう買ってすぐ帰りの電車の中で読みました。もうちょっと笑いをこらえていたので、私の隣の席の人は変なやつが隣で嫌だっただろうなぁと、ちょっと申し訳ないです。三浦紫音さんのエッセイは以前のっけから失礼しますを教えてもらって、それ以来もうハマりまして、先に昨年出版されたしんがりで寝ていますという単行本を読んでいたんですが、今回の文庫化をもう今か今かと待っていました。単行本のカバーも可愛らしかったんですが、私この文庫本のカバーもすごくお気に入りです。そして内容ですが、相変わらず楽しませてもらいました。今回の本は旅のお話や本の紹介も多く綴られています。活字沼で一休みという章がありまして、本を読むことについてだったり、本紹介だったりが楽しく面白く描かれていて、一見難しそうな本もあるんですが、読んでみたいと思わせられるんですね。さすがの作家さんの本の紹介ですね。ご家族のお話も多々ありまして、もう皆さん面白いんですよね。特にお父様とのやりとりが私は好きです。お父さんのことを見知った仲って言っていたり、ちょっと小バカにしたような、ディスったようなところもあって、だけども本当にお母様も弟さんもすごく仲が良くて、いい家族だなぁとニコニコになります。三浦さんの日常はなんてない日の中のほんの小さな出来事を切り取っているんですが、それでもこんなにバタバタドタバタしているんだって笑えてくるんですね。ある日は靴のお手入れをしようと取り掛かると、アリと出くわして戦う羽目になって腱鞘炎みたいに腕を負傷していたり、またある日はばったり偶然会った近所のおばさんに突然結婚を諦めないでと言われたり、推しに対する好きがもう一生懸命だったりと、なんかもうバタバタしてて勢いがあって楽しいんです。三浦さんの手にかかれば、人とのなんてない会話も、植物をめでることも、足の指をぶつけてもだえ苦しむことでさえも、私ならなんかうまくいかなかったなーってシュンって思ってしまいそうなことも、全部が面白さに変わるんですね。私は特に虫や鳥と戦っている三浦さんが好きでした。そんな三浦紫音さんのエッセイは、頑張ることに疲れた人や一息つきたい時にぜひおすすめです。2冊目は小野寺文則さんの家。前回小野寺さんの街を紹介しましたが、そのシリーズ作品の文庫本です。主人公のすぐるの友であり、妹の恋人である大我がデート中に起こした交通事故により、妹の足には後遺症が残ってしまいます。それ以来すぐるの両親の喧嘩は絶えず、妹は就活に苦戦中、家族と友とやりきれない思いの行き先を探す物語となっています。このシリーズの人と街が好きなので、シリーズでぜひ読みたいと思ってこの文庫化を待っていました。人と街では人とのつながりが温かく描かれていまして、
家族ではないご近所さんやアルバイト先の同僚の方と関わる中で、人の温かさやつながりを知っていくという物語だったんですが、今回は家族と友の物語なんですね。近い存在だからこその思いのすれ違いや距離感というのもありますよね。そんな家族、そして兄妹の兄弟ということで、私と同じ家族構成でもあるので、兄弟の関わり方も気になっています。いい行き先が待っていることを期待しつつ読んでいきたいと思います。小野寺さんの読みたい作品というのはまだまだあるんですが、このシリーズには歌うという昨年出版された単行本もあって、こちらは4人のバンドメンバーを描いた次の一歩を踏み出そうとする物語なんだそうです。これも読みたいし、あとものというこちらもね、昨年出版された単行本なんですが、モノレールのお仕事小説があるんですね。このモノレールに乗る人とモノレールを支える人を描いた人間ドラマとお仕事が描かれているということで、これも読みたいんです。ものづくりにかける人ってかっこいいんですよね。私はいつも惹かれます。私は高校生の頃、飛行機の整備士になりたいと思っていて、そういうドラマを見るのも好きでした。全然違う道に進んだんですが、今でもその憧れがあります。ということで、ちょっと話がそれてきましたが、小野寺さんの家楽しみです。3冊目は穂村弘さんのエッセイです。こちらはオアゾにあるマルゼンで購入したんですが、これまで住んでいる地域の本屋さんではどこに行っても売ってなかったこの穂村さんのエッセイがもういっぱい置いてありまして、嬉しすぎて5冊もまとめて買ってきてしまいました。でも行った甲斐があります。以前穂村さんのエッセイを紹介した時に、現実入門も面白いですというコメントをいただきまして、読みたいなとずっと思っていたんです。今回の本屋さん巡りでもう見つからなかったら、その時は注文しようと決めていたので、今回購入できて嬉しいです。穂村さんのエッセイは以前タコ足ノートと迷子手帳をご紹介しました。これもこの2冊はご結婚されてからのエッセイで、奥様の存在も素敵なんですよね。お気に入りです。そして新しく買い足した5冊は独身時代のエッセイなんですね。現実入門を読み終わって世界音痴を読んでいるんですが、まあこじらせ感があって生き方が下手というか、それよりも人という生き方にまだ慣れていないみたいなところがあって、淡々とした文章なんですが、面白いんですよね。このというのが肝で、何っていうのはちょっとわからないんですけど、本当に些細なことなんだけど笑えてくるんです。ちょっと感じたことあるなっていうところもついてきてたりして、それにさらにそんなに考えてるんだっていうびっくりもあるんですね。で、現実入門では極端に臆病で怠惰で好奇心がない性格の穂村さんが経験値を上げるために初めてを体験するというエッセイになっています。初めての献血に初めてのはとバスツアー、一日お父さんやモデルルーム見学など、皆さんどれかは経験したことあるような体験があって、
それ初めてなんだ、どんな感じみたいな経験者の気持ちで読み進めているんですけど、経験しているはずなのに穂村さんにとってのこの未知の世界の見え方っていうのが読んでいる側からしても見えてなかった世界で面白いんです。人の会話とか仕草とか物や環境もとにかくとてもよく見ていらっしゃって、普通だと思って見逃しているような些細なことも穂村さんにとっては不思議だったり理解不能だったりするんです。それが初めて経験するってことなんだなと思えて、至って真剣な語りなのにクスッとさせられます。今次に楽しみにしているのは鳥肌がというエッセイです。一番ページ数もあって帯を見ているだけでも面白そうなんですが、全部早く読みたいんですね。ただ読むのが遅いのでちょっとつまみ読みしてみました。自分の理解の及ばない思考って面白さと怖さの両方を秘めてるんだなと思えて、どういうことって思いながら笑っている反面、怖って口に出している自分もいました。穂村さんのエッセイは、いい意味でしかないんですが、くだらな面白いので、こちらも日々の休息に読み進めていきたいです。4冊目は村上春樹さんの色彩を持たない田崎作と彼の巡礼の年。こちらはカモメブックスさんで冬の景色に一冊の本をという特集が組まれていて、その中にあった一冊でした。この本は単行本が2013年に出版されているんですが、単行本の刊行時、発売後約7日でなんと100万部を突破した村上春樹さん13作目の長編小説なんだそうです。発売1週間で100万部とはすごいですよね。この動画を見てくださっている方の中にも読んだという方は多いですかね。この本は鉄道会社で駅を設計する仕事に携わっている主人公田崎作。高校時代の友人と大学進学後も交流を続けていたんですが、ある日突然友人たちに絶縁されます。その後はほとんど死ぬことだけを考えて過ごす時期が続き、付き合っていた彼女に当時の友人たちに会って直接話をして事態を打開しなければと勧められて一大決心をし、友人たちに会いに行くという物語です。あらすじだけでも結構心に傷を負っている様子が見えて、ちょっと心がねキュッとなる気持ちなんですが、なぜ突然の絶縁だったのか、その真意を知ることはできるのか、どう展開していくのか楽しみです。村上春樹さんの作品は、私は5年ほど前に騎士団長殺しと海辺のカフカを読みました。特にこの海辺のカフカは好きな作品でした。どちらも世界観にのめり込んで夢中で読みましたね。海辺のカフカに中田さんという人物が登場しているんですが、今でも時々ふと思い出すぐらい強く印象に残っています。当時の私にとってこの村上春樹さん作品というのはとっても強烈な面白さでした。騎士団長殺しも文庫本が全4巻あるんですが、最初はねちょっと回りくどさというのか難しさを感じながら読んでいたんですが、読み進めるごとに世界からどんどん抜けられなくなって
一気読みしたんです。で、あまりに夢中で読んだので、読み終わった後にもう心のイメージは明日のジョーみたいな燃え尽き感でした。その後なかなか読書に戻ってこられなくなっちゃったんですが、これを機にまた村上春樹さんの他の作品も読んでいきたいなと思っています。5冊目は上坂あゆみさんの地球と書いて星って読むな。昨年11月に出版された単行本です。著者の上坂さんは新聞歌壇の選歌欄に投稿したことをきっかけに、穂村弘さんや東直子さんの目に留まり、2022年に第一歌集老人ホームで死ぬほどモテたいという作品でデビューされています。この短歌やエッセイ以外にもラジオや演劇など多岐にわたる活動をされていらっしゃるんですね。早速今回のエッセイを読みました。幼少期から現代に至るまでの人生を振り返って、家族との日々や学生時代、社会人になって思うことなどが綴られています。作中にはもうなかなかに破天荒な家族と著者の姿や生活が描かれていました。不倫にギャンブルにやりたい放題の末、家族を捨ててフィリピンに飛んだクズの父、そして女海賊のように豪快で腕っぷしの強い母、ギャルでヤンキーでトラブルメーカーの姉、そして真実を必要に追求するあまり人間関係において大失敗を起こしてきた上坂さん。もう皆さんもうこれだけ見てもキャラが強いですよね。家族を見てきてこんな風にはならないという反面教師というのが、家族が好んできたものを嫌い遠ざけてきたんですね。大人になった今の家族や生活への思いが率直で飾っていないんですね。このエッセイの中の人はきっとそのまんまの上坂さんなんだろうなと感じられます。上坂さんはもう自分に襲いかかってくる言葉の攻撃や態度に負けないように立ち向かってきたんだなと思えて、そんな上坂さんが自分と向き合って自我を発揮したままで生き延び方を模索してきたという姿がもうまっすぐで素敵だなと思いました。もっともっと上を目指せばね、果てしないんですけど、今の状況で精一杯生きていると、この生き延び方という言葉がすごく身近に感じられるなと思います。こうやってちょっとずつ生き延びていこうと思えるような一冊でした。6冊目はミハエル・エンデさん作、大島かおりさん役のモモ。こちらはもう名作ですね。恥ずかしながら読んだことがなかったんです。前回小川陽子さんのミーナの行進をご紹介したんですが、とてもお気に入りの作品になりまして、同じような童話のような絵本のような物語はないかと探して今回購入しました。少し前に中田敦彦さんの本紹介の YouTube でもこの本を紹介しているのを偶然拝見しまして、子供向けの本だと思っていたので何気なく聞いていたんですが、もうだんだん面白く気になってきて読んでみたいなと思ったんです。この本は時間泥棒と盗まれた時間を人間に取り返してくれた女の子の不思議な物語とあって、人間本来の生き方を忘れてしまっている現代の人々に時間の真の意味を問うというお話なんですね。
時間泥棒って本来の生き方って何だろうと思ってすごく興味が湧いています。絵本にもなっていて、小学校の高学年から楽しめる本ということなんですが、子供の頃に読んだという人も読み返してみるとまた違う捉え方で感じることができそうですね。今少し読み始めたところなんですが、もうすでにワクワクしてきて、今週の3連休はこの世界観にどっぷり浸かりたいです。この本文庫本なんですけど、ちょっと大きめの感じとかカバーの絵も素敵で、私は自分で購入しましたが、プレゼントしてもらえたらこれは嬉しいなと思ったんですよね。まだ読んでいないのであれなんですけど、もし読書友達ができて、その人がまだ読んでいなかった暁にはぜひプレゼントしたいと、まだ見ぬ友に密かに計画しています。いや、読むのがとっても楽しみです。最近は海外小説を何冊か積読になっているので、読んでまた紹介できればなと思います。7冊目はジャン・クロード・カリエール作、小柳美香さん役で僕のおじさん。もうこれはカバーに一目惚れです。絵のタッチとこの赤と白のカラーが素敵なんですよね。ピエール・エテックスさんという方がこの絵を描かれているんですが、この中身も挿絵がふんだんに描かれているんです。線画なんですが、これがねまたおしゃれなんですよ。物語の雰囲気がよく表現されているので、挿絵とストーリーとダブルで楽しめます。こちらの作品はジャック・タッチ監督脚本による1958年のフランス映画のノベライズ本です。帯にある本書抜粋には、僕には彼の怠慢や欠点などどうでもよかったのだ。僕は寡黙でよそよそしい彼のありのまま、そのすべてが好きだった。この思い出話は僕から彼を引き離そうとした人々の努力の物語でもあるとあるんですね。大人になった少年が変わり者のおじさんとの日々を回想するという形で描かれています。このおじさんは独身で職にもついていなくて、妹や義理の弟には散々な言われようなんですが、このおじさんのご近所さんたちはおじさんを慕っていて、この主人公の少年もおじさんと過ごすなんてないのに刺激があって、見るものすべて普段とは違って見えるような、そんな時間が楽しみだったんですね。大人になった少年が語る日々は、楽しさやきらめきだけではなくて哀愁も感じられて、時間が経っても色あせない素敵な日々であったことが感じられます。今はまだ半分ほどしか読んでいないんですが、このおじさんの生き方や主人公の少年がおじさんと過ごした日々を経て、大人になった今、世の中がどんな風に見えているのか、もっともっと見たいと思わせてくれます。読み終わったらね、ぜひ映画も見てみたいと思います。今回は本屋さんと購入した本を7冊紹介しました。本選びの参考になれたら嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。週末も素敵な読書時間をお過ごしください。